電気代が高すぎる。わー。このままの金額だと確実に我が家が終わる電気代が来ました。ツイッターで話題になりましたこちらの画像。日本はまさに貧困から極貧を目指していると周りに誤解されてもおかしくないような状況でございます。電気料金の値上げ、増税に私は反対です。私は政治のせいにするのではなく、自分でできることから始めようと、ソーラーパネルのみの照明で過ごし、100均グッズを使って待機電力を減らし、はばきの下の隙間をコーキングし、室温を4度上げるなど、並々ならぬ節電の努力をしてきたつもりでした。しかし、それが裏目に出てしまったのです。我が家は性能で有名な一条工務店の家に住んでいます。なので、全館床暖房ですが、他の家庭よりは電気料金が安いのではないかと思っていました。実際去年は電気料金が上がる前だったので、今まで電気料金が高いと感じたことはあまりありませんでした。しかし、今年は異次元の電気料金が出てしまったのです。異次元の少子化対策って何でしょうね。育休中に学びの場を設ける。そんな余裕ありません。それより増税しないでください。電気料金下げてください。上げないでください。住んでいる場所は最低気温16度は当たり前の極寒の地です。なので暖房をつけずに過ごすことはまず無理です。しかし我が家は今年から暖房を切る時間を設けたのです。1階は8時から午後15時まで、2階は朝6時から15時まで暖房を切りました。設定温度は自分でコーキングして気密処理をする前までは床暖設定は35度で室温25度。気密処理後は設定温度31度で室温25度でした。昼間は暖房を使わないので確実に去年より節電できると思ってました。しかし結果は違いました。なんと今年の12月の電気料金は 92,277 円です。去年の12月は 61,032 円でした。つまり去年より 31,245 円も高かったんですよ。この画像が出回っていても仕方ありませんね。貧困から極貧へ。私はこの料金にもちろんショックでしたが、もっとショックだったのは使用ワット数です。去年の使用ワット数は 2100kW。今年の使用ワット数は 2286kW です。つまり去年より 186kW も使用電力が多かったんですよ。11月の電気料金と12月の電気料金を合わせると 63,486 円足す 92,277 円で 155,763 円になります。このままいくと使用量が増えれば料金は上がります。電気代の値上がりはありますが、それは使い方の問題。しかし私は去年より確実に節電の意識は高いはずです。1月の電気料金はまだ出ていません。しかし使用ワット数は出ています。1
1月は12月よりもっと節電しているはずです。私はそう信じて確認しましたが、去年の1月の電気料金は 63,537 円、使用ワット数は 2124kW です。それに対し今年は電気料金はまだ不確定ですが 2205kW も使っていたのです。つまり9万超えはこのままいくと確実かなっていうふうに思います。そういえばしっかり節電し始めたのはいつからだったっけ？3週間前。つまり1月の最後の週に私は節電をし始めた、そういうことなのだろうか。それまで床暖の設定温度は今よりも5度高かった。つまり節電の効果が現れるのはこれから。去年の2月の消費電力は 2086kW に対し今のところなんと 803kW です。撮影日は今日2月13日。つまり計算すると電気料金は6万円から7万円ほどになるのではないかと予想されます。つまり節電には成功しているのかもしれません。去年の2月の使用ワット数は 2086kW。電気料金は残念ながらちょっと消えていて見えなかったんですけど、私が住んでいる場所は2月でも雪がたくさん降ります。寒いんですが、このままいけば節電は間違いなく成功すると思います。そして改善すべき点があります。それは床暖房の使い方です。2階の床暖房は14時から朝6時半頃までタイマーで使用しています。このグラフを見てください。14時から14時半頃の消費電力 3.1kW に対し、21時から21時半は消費電力が 1kW になっています。注目していただきたいのはワット数の差です。使い始めは消費電力が上がって同じく床暖房がついているはずの21時台は消費電力は使い始めに比べて 2.1kW も少ないです。つまり床暖房はスイッチを入れて温め始めるまでに消費電力をすごく使うっていうことなんですよね。去年まではタイマー設定をせず丸1日つけっぱなしで温度設定だけを変えていました。今年は節電したいと思いタイマー設定にし、昼間は床暖をつけない時間を設けました。それがあだとなってしまったのかもしれません。去年より寒い思いをしたのに消費電力は上がってしまった。正直悔しいです。今月は床暖房をつけっぱなしにして実験してみようと思います。そして実験した結果と電気料金を今後も公表していくことで暮らしに役立つ情報を提供したい。すべては貧困から極貧にならないために。